こんにちは、堺一文字光秀3代目の田中亮と申します。包丁のほどチャンネル始めてまいりますのでよろしくお願いします。今日は高級包丁を長くお使いいただくために知っておいていただきたい注意事項をですね、6つポイントをお伝えしていけたらと思いますので、気になる方は最後までぜひください。よろしくお願いします。1つ目のポイントは、包丁を食材の中に入れた後に縦の動きはしてもいいんですけど、横の動きを避ける。トマトだと全然問題ないんですけれども、例えばこれかぼちゃだったり、ちょっとした骨とかだと高級包丁っていうのは薄く硬く作られているので、結構簡単に割れてしまったりします。一度入れたものはまっすぐに使うようにしてください。2つ目なんですけど、包丁はできるだけ全ての幅をうまく使っていただければと思います。イメージだとやっぱり料理うまい人って縦の動きですごいトン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 って切られてるようなイメージがあると思うんですけど、それをやるとですね、まな板をたくさん叩いてしまうことになるんですね。例えば指とかもこうやっても全然切れないんですね。縦の動きをしてしまうと手が切れてしまうと思います。この動きで切れ味がより良くなって、縦の動きだとあまり切れないということですね。なので、いい包丁を長く使うために、切っ先から刃元まで全ての長さを使っていただくようにしていただけたら、包丁が長持ちしますと。3つ目は、硬いものを、それから冷凍食品絶対に切らないでください。高い包丁を買ったのに切れないものが増えるっていうのがちょっと違和感ある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、例えば骨とかですね、冷凍食品、これも非常に硬くて、衝撃になり得るんですよね。いい包丁っていうのは0度以下の温度から、800度とか900度の温度まで熱処理を行っていきますので、結構温度には敏感に作られてるんですよね。例えば本焼きの包丁とか超高級なものとかでも冷凍食品に当たるとかなり脆いものだったりします。硬い食材とそうでない食材の基準なんですけれども、かぼちゃぐらいまでは、僕は言っていいかなと思います。ただこれ包丁屋さんによってはかぼちゃも切らないでくださいっていうところもあります。1個目のポイントで挙げたこじないっていう原則を貫いていただいて、かぼちゃもチャレンジいただくのは僕はいいのかなと思います。鶏の大腿骨だったりとかスペアリブの骨をこの包丁だったら切れるんじゃないかみたいなチャレンジはぜひやめていただけたらなと。魚のかぶと割りとかも、出刃包丁だったらそういう作業もいいと思うんですけど、三徳包丁とか牛刀では避けることをお勧めします。氷もですね、洋出刃っていう種類の包丁とか、あとは骨すきって言って結構分厚めに作っている包丁もあったりするので、そういったものであれば、大丈夫かなと思いますね。ただ例えばこういうご家庭用の三徳包丁とか、シェフナイフ、牛刀ですね、この辺りは避けていただく方がいいなと思います。思ってるよりも大きく割れたり、場合によってはもう折れてしまったりとかっていうのもあるので、冷凍食品とそれから硬いものっていうのは避けていただく方が、いい包丁が長持ちします。4つ目のポイントですが、柔らかいまな板を使いたいというところです。ある研究によると、大根を空中で1万回切るっていうのと、まな板に400回包丁の刃が当たるっていうので、大体同じぐらい刃が傷むと言われてるんですね。ほとんどまな板で切れ味っていうのは悪くなっていきます。なのでビニールのまな板になるんですけれど、こういうのは全然 OK かなと思います。最近はチタンとかコーティングされたりとかが、ちょっと見栄えがするということで、流行ってたりとか、あとウォールナット、ちょっと黒っぽい金とかですね、チェリーとか木目が綺麗なやつとかっていうのは結構硬度がある場合もあるので、包丁の刃は比較的傷めるのも早くなってしまってるんじゃないかなっていうのを思います。逆にいいまな板っていうのを紹介したいんですけど、まずは刃当たりのいいヒノキですね。3900円でうちも販売させていただいてて、もしかしたらちょっとお値段するなってお感じの方もいるかもしれないんですけど、例えば包丁を1万5000円のものを買って100均のまな板で使うよりは1万円の包丁でこのまな板をした方がおそらく切れ味はずっと長く続くので、まな板意外と侮れないなというところはあると思います。もっと高級になってくると、例えばこちらですね、ゴムのまな板ですね、こちらはすごく刃当たりもいいし衛生面でもいいので非常に使い心地はいいかなと思います。ご家庭で使われる中で高級と
分類されるのがこれですね、イチョウのまな板ですね。1枚板になってまして、お値段も結構、このサイズだと2万円とかしてしまうんですけど、ちっちゃい傷であれば、イチョウの力で埋めていくみたいな作用もありますし、どうしても傷が目立ってきたっていう時にも、削り直して使うことができるので、包丁はこだわりを持ってるけれども、まな板は意外といいの持てない方もいらっしゃるので、贈り物にもいいんじゃないかなというふうに思います。5つ目のポイントはですね、食洗機に包丁を入れないということですね。最近は結構ステンレスのハンドルの包丁とかも出てきて、直接的なダメージ一見なさそうに見えるんですけど、食洗機の洗剤、それから高い温度、それから中で待ってるゴミですね、これにすごく弱くて、刃の方もちっちゃい黒いつぶつぶのサビが出てきてしまうし、それ研いでもなかなか取れなかったりするんですよね。なので、できれば食洗機は避けていただけたらなというふうに思います。手洗いですね、やっていただけたらいいなと思います。最後のポイントが鋼の包丁ですね。炭素鋼を使った包丁だけなんですけど、サビのケアですね。ご家庭ではやっぱステンレスを使われる方が多いんですけど、お寿司屋さんとかですね、和食の料理人の方は未だに鋼、サビる包丁を結構お使いです。これはこれでやっぱり切れ味もいいですし、研ぎやすいので人気があるんですね。そういう背景もあって、刃物のプレゼントでその鋼の包丁を選ばれる方とかもいらっしゃったりする。極めて錆びやすいので、包丁で切って、置いとくともう数十秒とかでちょっと色が変わってきたりとかもするので、使い終わっていただいた後は、さっと流してさっと拭いて、できれば乾燥させておくですね。で、もしくは1週間以上とか長い間使わない場合は椿油とかを塗って乾燥したところで保存していただくと錆びを防ぐことができるので、そういったケアが必要になります。まとめるとですね、まずは包丁を使うときにこじないですね、横の動きを避けるっていうのと、それから縦目いっぱい刃渡りを使うっていうこと、それから冷凍食品、硬い食品は避けるということ、それから4つ目が柔らかいまな板を使う、それから5つ目が食洗機を使わない、6つ目が鋼の包丁の場合は錆のケアをしっかり行うんですね。ここさえしっかり気をつければ、ご家庭用の包丁とかだと一生ないしは2世代にわたって使われている方とかもいらっしゃるので、毎日の料理も楽しくなるし、結果的にコストパフォーマンスも良くなる可能性もあるので、ぜひこの6つ守っていい包丁ライフを送っていただけたら嬉しいなと思います。今日の動画はここまでになります。何か聞きたいことがありましたら、コメント欄にこんな動画作ってほしいとか書いていただけると参考にさせていただきます。動画気に入られた方は高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。ありがとうございました。